これからはなるべく手作りにするね。じゃーん、ケーキです。前回の16話にあった夜さんのお料理会につながる話です。17話最後に紹介された夜さんとユーリの過去編、オムライス。ユーリ、私料理に挑戦してみました。オムライスです。わあ、すごいや姉さん。ここでアニメオリジナル演出。オムライスにはモザイクがかかっていて、悲鳴の SE が聞こえて、その後、しばらくお待ちくださいのテロップ。食べるとユーリは涙を流して、うまーいと吐き出しながら食べます。ユーリも食べながら出すということを人生で初めて経験した記念すべきシーンですね。これからはなるべく手作りにするね。という夜さん。その時ユーリの視界は紫色に歪んでいました。クリームパスタ作ってみたの。じゃーん、ケーキです。料理のモザイク処理も含めて一連の演出がアニメ銀玉並みで笑っちゃいました。ユーリはこれらの料理を吐き出しながらも嬉しそうに完食しを繰り返していきます。姉さんってばこんなに料理がうまいんだったらすぐにお嫁に行けちゃうねとユーリから言われ、やだもうユーリだらこの時もアニメオリジナルで夜さんは平手打ちをする際に1回転を加えてすごい威力でユーリを吹き飛んでいきます。しかしユーリの顔はなんだかニコニコして嬉しそうだったので最高でした。申し遅れました。私は夜さんの声真似の動画を投稿している隣の隣の隣です。今後もスパイファミリーなどの動画をたくさんアップしていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。そして現在のユーリに至ります。ユーリはそういう過去があったおかげか強靭な肉体を手に入れました。この話は漫画5巻の最後のたった1ページに書かれたおまけコーナーでしたが、アニメスタッフのセンスと演出によりある意味原作を超えたすごく面白い短編になっていたと思います。17話の最初はアーニャたちの朝の登校シーンから始まります。この時アーニャとベッキーはテレビの話をしていて、マセとベッキーは愛があれば空だって飛べるのよ。その時のアーニャは嘘つけ。その後アーニャ本人が前回までのあらすじを語ります。犬のボンドの魅力を次男に伝えようと頑張ったアーニャでしたが失敗してしまいました。アーニャの戦いはこれからも続く。ご視聴あざざました。本当に可愛い。そして秘密兵器としてアーニャはボンドを入れた家族写真を持ってきて次男ダミアンの興味を引こうとしますが、ダミアンは全く興味を示さず、代わりにベッキーが写真を拾いました。手に取ると、何これ超かっこいい、もしかしてアーニャちゃんのお父様という風になって、紹介しなさいよ。このベッキーの話は後につながっていくので要チェックです。ベッキーはアーニャの写真を取り上げてしまいます。そしてシーンは変わり、図工の授業で担当の先生が病欠のためヘンリー・ヘンダーソン先生が授業をすることになります。課題はいろんな材料を使って動物の立体物を作ること。半分けの時にアーニャとダミアンはペアになり、アーニャのチャンス到来です。アーニャ、かっこいいボンドを作って次男にアピールする作戦を立てます。ヘンリーは作品の完成度もそうですが、作る過程において協調性などを評価しようとしています。まずベッキーが作品を完成させて、写真で見たアーニャの父ロイドを作ります。ヘンリーはお題は動物などで作り直すようにと言いますが、ベッキーは先生、所詮は人もただの動物ですと言い、真理と先生は言い返しませんでした。次にアーニャが完成させたものは残念な見た目の塊なのですが、アーニャはそれをダミアンに見せて、こいつボンドっていうとにやり顔で、ダミアンはあっさり、お前ゴミに名前をつける趣味があったのかと一蹴。その時アーニャにはダミアンの心の声が聞こえます。ダミアンはうちの家紋に入ってるグリフォンを作ると言い出し、立派な作品を作り父に褒められたいと思っているようでした。それを聞いてアーニャはボンドをアピールする作戦を諦め、ダミアンのグリフォンを作る作戦に変更。アーニャはお前の役に立ちたい。ダミアンは勝手にしろと照れてしまいます。それをベッキーは遠くで見ていて、アーニャちゃんってそういうことだったのと面白そうに見ています。アーニャはグリフォンを作るのを手伝うことにより気に入られようとします。犬改めグリフォン作戦、いける。その協調性を興味深そうに見ていたヘンリー先生。しかし
アーニャはダミアンから後ろ足を作るよう言われたのに、筒状のジェットエンジンを作ってしまい、引っ込んでろ役立たずと言われてしまいます。その後必死のダミアンは他の女の子にも独裁的な態度をとってしまい、それを先生からノットエレガントと怒られてしまいます。そして役に立てなかったアーニャは気にして、最初に作った塊に翼を足したものをメスのグリフォンだと言って渡します。なんでつがいにする必要があるんだよと聞かれ、愛があれば空を飛べるらしいと言います。それはベッキーが冒頭で言っていたセリフ。アーニャは自分のキャラと違うことを言うのに恥ずかしさを感じているようですね。そして教育委員会の偉い人たちが図工の課題を見て回り、これはとダミアンとアーニャが作ったつがいのグリフォンを金賞にします。翼をもがれてもなお惜しい姿に、戦争から立ち直る我が国の未来を見た。特に見るも無残な子グリフォンの遺体に涙を禁じ得なかったそうだと。これは最高です。アーニャが作った小さいグリフォンが見るも無残な姿、そして遺体という風に撮られていたことに笑いが止まりませんでした。計画通りに思われたグリフォン作戦でしたが、ダミアンは作品を親に見せないと言い、あっさり作戦は失敗してしまいました。そしてシーンは変わり、ダミアンが寮から自宅に電話しています。執事のような人と話をしているのですが、話は入学の時に殴られたのを父上に伝えたのかということと、そのことで父上は何か言っていたのかと聞くと、坊ちゃんの体をとても心配していましたよと言われます。ダミアンは執事の嘘を見抜き、父上は俺に関心がないと思うのでした。そして図工の授業のことを言いかけたのに話を引っ込めてしまいます。本当は伝えたかったはずなのに、この程度のことではまだ努力が足りないと思ったのでしょうか。認めてもらうためには完璧になるしかないと思うのでした。ダミアン、報われてほしい人。ダミアンは工作の時にみんなを無理やり従わせる子供っぽい部分と、執事の嘘に気づくような大人っぽい部分もあり、またそれを飲み込むのも大人っぽくて、悲しみがある、心揺さぶられるキャラクターだと思いました。そして最後におまけのように、ヘンダーソン先生がダミアンとアーニャの作品を見下ろし、金賞と疑問に思っているシーンがあり、ここも笑いたくなっちゃいました。シーンは変わり、ワイズの管理官シルビア・シャーウッドの話になります。彼女は大使館で外交官として表の仕事をこなしながら、秘密警察の厳しい監視下の中、ワイズの管理官として多数の諜報員を統率し、鋼鉄の淑女と呼ばれ恐れられる存在でした。彼女は絶えず何者かに尾行されていますが、その手腕でそれをかいくぐるのもまた造作もない様子です。変装したハンドラーは髪が短くて可愛いです。でもいつだって命がけのハンドラーとロイドの会合。こんにちは、あるいはこんばんは、エージェント黄昏のお決まりの挨拶の時に映っている白い花がハンドラーの声の静けさと合っていてグッときました。そんなハンドラーが新しく買ったお気に入りのコートの首のところにタグがついたままなのをロイドが見つけてしまい、あえて黙ってあげるのでした。ギャグシーンに笑っちゃいました。私もこういう時は言いづらいかもしれませんが、そのタグはあえてつけてるんですかと言っちゃうかもしれませんね。いや、言わないかな。皆さんはいかがですか？ぜひコメント欄で教えてください。そして改めてロイドにフォーカスが当たり、ロイドもまたハンドラーとの会合に向かうときは追っ手から逃れたり、ハンドラーについた尾行を巻いてあげるのでした。そしてようやく2人は機密情報を交わし合うのですが、オペレーションストリックスの進捗を報告せよと言われると、ロイドは真剣な表情で、娘が飛び箱の2段を飛べるようになりました。あと縄跳びも5回連続でと言うと、それを聞いたハンドラーが、何言ってんだこいつとなるのでした。なんかここかわいい。今アニメでは原作5巻の内容をたどっているところですが、このハンドラーの話は原作で言うと7巻の最後に描かれたものです。この段階で鋼鉄の淑女と呼ばれるハンドラーの好き、ちょっと抜けた部分を見せてもらえると、ハンドラーへの親近感や愛着が湧きますよね。17話の内容は以上です。グリフォン作戦とオムライスは原作の5巻から、そして鋼鉄の淑女は7巻からと変則的な内容でした。
ダミアン、ベッキー、ハンドラ、いろいろなキャラの人物像が少しずつ分かってきたのと、夜とユーリの過去編ではアニメオリジナル演出が光り、すごく面白い回になったのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。ここまで見てくださりありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。私は隣の隣で待ってます。チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。大変恐縮なのですが。